名作、第79部、7選、アンリ・エドモン・クロス。星降る風景、アンリ・エドモン・クロスの星空の風景をめぐって、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパ美術はかつてない革新の波に包まれていた。印象派の筆色分割に始まり、新印象派、象徴主義、さらにはフォービスムやキュビスムといった前衛的潮流へとつながる本流の中で、アンリ・エドモン・クロスは、ひときわ詩的で叙情性に富んだ画風を築いた画家として知られている。彼の晩年の作品である星空の風景。1905から1908年は、その史上の極みとも言える商品であり、水彩とペンによって描かれた夜の情景は、星空と風景の狭間にある夢のような世界を我々に垣間見せる。この小さな作品約 24×32 センチに込められた芸術的野心と感性を本校では紐解いていきたい。画家アンリ・エドモン・クロスとは何者か。アンリ・エドモン・クロスは新印象派を代表する画家の一人としてジョルジュ・スーラやポール・シニャックと並び称される存在である。彼の本名はアンリ・エドモン・ジョゼフ・ドラクロワであったが、あのロマン派の巨匠ウジェーヌ・ドラクロワとの混同を避けるためにクロスと名乗った。彼の画業初期は写実的でやや暗調な絵画が多かったが、1880年代後半から徐々に色彩の探求を深め、やがてスーラやシニャックの点描技法ディビジョニスムを受け継ぎ、自身のスタイルへと昇華させていく。彼の筆致は、スーラの緻密な点描よりも自由で、やや長めの破線によって構成されるのが特徴である。そしてそれは、彼の晩年においてさらに開放的な装飾性と詩情を帯びていくことになる。夜空と風景の共演、作品の基本情報星空の風景は、水彩とペンによって描かれた紙作品である。サイズは、縦 24.4 センチ、横 32.1 センチという比較的小さなもので、額装された状態では 45.7×61 センチとなる。制作年は1905年から1908年の間とされており、クロスの晩年の作風をよく示す一枚である。この作品は、上空に瞬く星々と下部に描かれたうっすらとした風景とで構成されている。クロス特有の長く途切れた筆致は、まるで音楽の旋律のように画面を流れており、夜の静けさと空の広がりを感じさせる。一方で地上部分には、ペンとインクによる木々や丘陵のようなシルエットが浮かび上がり、そのおぼろげな輪郭が日本の水墨画を思わせる印象を与える。技法と色彩、長い破線と水彩の魔法クロスの晩年の作品には、点描というよりも破線描写が目立つ。星空の風景においても、星空を描く筆致は、長く、軽やかで、リズミカルである。その一つ一つが筆のタッチとして意識されており、色彩の粒子というよりは、空間に浮かぶ光のリボンのようだ。まるで画家が夜空の音楽を聴き、それを線でなぞったかのような感覚を抱かせる。また、色彩の選択にも注目すべき点が多い。星々には黄色や白、淡い青が用いられ、それが青みがかった空の広がりと響き合っている。地上部には茶色、灰色、墨色といった沈んだ色調が用いられているが、それが夜の静けさと自然の神秘性を引き立てる。水彩ならではの滲みや透明感は、夜空の無限性や空気の湿り気を巧みに表現している。とりわけ空と地の境界が曖昧である点は、現実と幻想が溶け合うような効果を生んでおり、見る者に内的な沈思を促す。日本美術との響き、朦朧とした地上風景。この作品で注目すべきもう一つの点は、下部に描かれた地上の風景が、どこか日本の水墨画を思わせる点である。木々の輪郭は黒インクで細く描かれ、遠近法も西洋的な厳密さではなく、雰囲気や感覚的遠近に頼っている。クロスがこのような技法を取り入れた背景には、当時のヨーロッパにおけるジャポニスムの影響があるだろう。浮世絵や琳派の絵画は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、多くの西洋画家に新たな視覚表現を提供した。モネ、ゴッホ、ドガ、ロートレックらと並び、クロスもその影響を自らの表現に取り入れた一人であった可能性が高い。特にこの作品では、余白や曖昧な境界といった日本美術に特有の美意識が顕著であり、それが夜というテーマと相まって、静謐な瞑想空間を創出している。
夢と自然、そして芸術星空の風景は、現実を写し取る風景画ではない。むしろそれは、夜の自然が我々の内面にもたらす感情、幻想、無双といった心象風景を描いたものである。星々はただの天体ではなく、希望や記憶、あるいは宇宙的な時間感覚の象徴として存在している。このような心象風景の描写は、クロスの晩年における芸術的探求の中心にあったものと言える。彼は単なる写実や形式の追求ではなく、色彩と形によって精神性を表現しようとした。その意味で星空の風景は自然の模倣ではなく、自然を通じた感情の絵画化であり、視覚芸術が歌へと変貌する瞬間を捉えた作品である。最後に、静けさの中の永遠アンリ・エドモン・クロスの星空の風景は、見る者に静かなる感動を与える作品である。その規模の小ささとは裏腹に、そこには無限の広がりと深さがある。夜空に散りばめられた星々は、彼自身の人生の終わりを照らすようでもあり、同時に私たちの心の奥に潜む夜の歌を呼び覚ます。自然を描きながらも、それを超えて心象の次元へと到達するこの作品は、20世紀初頭の芸術が抱いた理想、形式と感情の統合を体現するものと言えるだろう。そしてその輝きは、今も静かに、しかし確かに、我々の目と心に届いている。もみの木と光の戯れ、アンリ・エドモン・クロスの、もみの木のある谷山の陰影を読み解く。20世紀初頭、美術の世界は激動の時代を迎えていた。印象派がもたらした視覚革命の波は、新印象派、象徴主義、フォービスムなど多彩な流派へと枝分かれし、芸術家たちはそれぞれの方向で色彩と形の革新を試みていた。その中でも、色彩の探求において独自の美学を築き上げたのが、新印象派の画家アンリ・エドモン・クロスである。彼の晩年の作品、もみの木のある谷山の陰影。1909年制作、油彩、カンバス、メトロポリタン美術館所蔵は、風景という伝統的主題の中に、色と形の抽象的な美を見出そうとする彼の試みを結晶させた作品である。本校では、この作品が持つ技法的、思想的な特徴を掘り下げながら、その美術史的意義についても論じていきたい。アンリ・エドモン・クロスとは誰か。色彩の詩人クロスは、フランスのドゥエに生まれ、マルセイユやパリで美術教育を受けた後、1880年代には写実的な風景画を手掛けていた。しかし、ジョルジュ・スーラやポール・シニャックとの出会いを経て、新印象派、すなわち、ネオインプレッショニスムへと傾倒していく。新印象派は、印象派の自由な筆致や光の表現を科学的な方法により理論化した運動であり、色を点や短い筆色に分解して配列することで、より明るく鮮やかな視覚効果を追求した。クロスの特徴は、スーラの点描に比べてより自由で叙情的なタッチにある。彼の筆色は小さな点というよりも、リズミカルな破線や短いストロークに近く、それが絵画全体に装飾的なリズムを与えている。彼は光と色の詩人であり、自然の風景を舞台に、純粋な色の交響曲を奏でようとしたのである。作品の概要、色彩の粒子で描かれた自然、もみの木のある谷山の陰影は、1909年、クロスの晩年に書かれた作品であり、彼の円熟した筆致と色彩感覚が凝縮された油彩画である。サイズは公開されていないが、メトロポリタン美術館のコレクションに収蔵されている。画面には、もみの木が立ち並ぶ山間の谷が描かれ、山の影が全体に薄く覆いかぶさっているような構成となっている。題名のシェード・オン・ザ・マウンテン山の陰影は、時間帯が夕暮れか早朝であることを暗示しており、光と影の対比が画面の鍵となっている。しかし、注目すべきはその自然描写よりも、画面に充満する色彩のリズムである。クロスは、ジョルジュ・スーラから継承した筆色分割リビジョニスムの技法を自身の解釈により装飾的に進化させており、本作ではその成果が明確に示されている。筆致と構成、書かれた、見るという行為、この作品では、絵の具の塗り方に独特の工夫が見られる。筆色は短く、しばしば斜めや曲線を描いて配置されており、画面にリズム感と活気を与えている。
加えて、絵の具の重ね方にも変化があり、密に塗られた部分もあれば、下地塗りされたキャンバスがあえて露出している箇所もある。この地の白が画面に呼吸をもたらし、視覚的な明るさと軽やかさを生んでいる。さらに、色の使い方にも注目したい。補色関係を巧みに活用し、オレンジと青、緑と赤といった対照的な色を近接させることで、視覚的な振動ビブラシオンを誘発している。これは新印象派の理論の中核をなすものであり、色彩が混ざるのではなく、併置されることで見る者の目の中で混合されるという視覚的現象を利用したものだ。つまり、クロスの風景画は、単に自然を描いているのではなく、見るという行為そのものをキャンバス上に構築しているのである。平面性と装飾性、クロス芸術のもう一つの顔印象派が、自然の一瞬を捉えようとしたのに対し、クロスは自然を通じた形式の構築へと向かっている。特にこの作品では、自然の奥行きよりも色の配列が前面に押し出されており、絵画の空間派はあくまで平面上の装飾として意識されている。色彩の筆致は、木の形や山の稜線をなぞるように配置されているが、その配置は写実性よりも構成的な美しさを優先している。そのため、この作品には、アール・ヌーボー的な装飾性や、後のフォービスム、抽象絵画への邦画すら読み取ることができる。まるで自然を題材としながら、そこから純粋な絵画性を抽出しようとするかのような構成力は、後年のマティスやドランなどフォービスムの画家たちに少なからぬ影響を与えたと考えられている。光の歌としての風景がこの作品の魅力は、視覚的なリズムや色彩の対比だけではない。そこには自然への賛歌、あるいは光の歌とも言うべき精神的な深みが宿っている。もみの木が立ち並ぶ谷という主題は、フランス南部やイタリア沿岸に見せられたクロスにとって自然の静けさと安息を象徴する風景だった。クロスは生涯病弱であったことから、療養も兼ねて地中海沿岸に居を構えるようになる。そしてその地で目にした強烈な陽光、濃厚な色彩、柔らかな陰影が彼の筆に新たな生命を吹き込んだのである。もみの木のある谷山の陰影には、そんな彼の自然への感謝と愛情がしみじみとにじみ出ており、それが装飾性と調和したとき、絵画は単なる風景ではなく、精神の風景として立ち現れる。終わりに、色と形が生んだ永遠の調和アンリ・エドモン・クロスの、もみの木のある谷山の陰影は、新印象派の技法を土台にしながら、そこに叙情性と形式に、さらには自然への深い眼差しを加えた傑作である。短い筆致で構成された色彩のパターンは、まるで風のささやきや鳥の声を視覚化したかのように画面を舞い、見る者の目と心に語りかけてくる。そして、山の陰に沈むその風景は、決して静的なものではなく、光と影が絶え間なく交錯する、時の流れの一瞬を捉えた動的な世界なのである。クロスは、晩年に至ってもなお、色彩の可能性と絵画の自由を追い続けた。彼の筆が生んだこの谷の風景は、現代においても私たちの心に静かに響き、色と形の持つ無限の力を静かに物語っている。色彩の織物としての風景。アンリ・エドモン・クロスの作品岸辺の松。19世紀末、ヨーロッパの美術界では、伝統的なアカデミズムの権威が崩れ、画家たちは新しい表現のあり方を求めて模索を続けていた。印象派はその先駆けとして自然の光と瞬間の印象を描き出し、やがてその手法は次の世代に継承され、新印象派ネオインプレッショニスムという革新的な潮流を生むこととなる。この新印象派において、中心的存在の一人とされたのが、フランスの画家アンリ・エドモン・クロスである。彼は、ジョルジュ・スーラやポール・シニャックと並び称される存在でありながら、独自の装飾的かつ詩的な色彩世界を築き上げた画家でもある。今回取り上げる作品岸辺の松は、1896年に地中海沿岸の風景を描いた作品であり、クロスが新印象派としての技法と美学を確立した成熟期の重要作である。メトロポリタン美術館に所蔵されているこの作品は、豊かな色彩と細やかな筆致によって、南仏の陽光と自然の息吹を織りなすように描き出している。本校では、
作品の技法、構図、色彩、そしてその背後にある思想的背景に迫る。クロスと新印象派、科学と歌の結合。アンリ・エドモン・クロスは、フランス北部のドゥエに生まれ、美術教育を受けた後、当初は写実的な歴史画や肖像画を描いていた。しかし1880年代半ば以降、ジョルジュ・スーラの点描技法に衝撃を受け、新印象派の旗手としての道を歩み始める。新印象派とは、印象派の自然観察を受け継ぎつつ、色彩や視覚現象に関する科学的知見に基づいた技法を導入した運動である。その中核にあるのは、筆色分割リビジョニスムと呼ばれる手法で、色を混ぜるのではなく、補色関係にある小さな色ムラを隣接させることによって、見る者の目の中で混色させ、鮮やかで輝きのある視覚効果を生むというものである。クロスもこの技法を採用していたが、スーラの緻密な点描とは異なり、彼の筆致はより自由で伸びやか、時には大胆な破線や面で構成されており、そこには詩的感情と装飾性が加わっていた。彼の絵画には、科学的な理論と感性の融合という独特の魅力が宿っている。岸辺の松の背景、南仏の光に導かれて本作岸辺の松は、1896年に地中海沿岸、南フランスで描かれた作品である。クロスはこの時期、療養を兼ねてサントロペやカーニュシュルメールといった地中海地方に移り住んでいた。彼はそこで、豊かな自然、強烈な太陽、澄み切った空気に魅せられ、風景画を通じてその土地の光と色彩を追求していく。本作に書かれているのは、地中海を望む松林の一角である。岸辺に沿って斜めに立ち並ぶ松の木々、その下に広がる松林の床にはまだらに日光が差し込み、奥には海のきらめき、そして円形には柔らかい色合いで描かれた空と山々が連なっている。この構図には落ちこち感がありながらも、すべてが一つの平面上に織物のように配置されており、それが絵画全体に独特の装飾的調和を与えている。まさに視覚のタペストリーとも言えるような効果である。筆致と構成、色彩で織られたタペストリー岸辺の松では、クロスの特徴的な筆致が最も明快に現れている。彼は絵の具を短く分断したストロークとして塗り重ね、それぞれがまるで色の糸のように画面を織りなしている。その結果、作品は絵画であると同時に装飾的な布地のような印象も与える。松林の床には、涼しげな青や緑のストロークが密に重ねられ、視覚的に濃厚な質感を生み出している。一方で水辺や空に近づくにつれ、筆色はゆったりとし、白、淡い黄、ピンク、ラベンダーなどの柔らかい色調が広がっていく。これにより、空気の透明さや光の移ろいが表現されている。この筆致は、ただ色を塗るという以上に、空間にリズムを与えるという機能を果たしている。見る者の目は画面の中を流れるように動き、色と形のハーモニーを感じることができる。それはまるで風景を見るのではなく聞くような体験でもある。色彩の論理と感性、光を描くということ新印象派は、光と色を科学的に分析し、それを視覚芸術に応用しようとした運動であった。その理念はクロスにも継承されているが、彼の作品には、単なる理論を超えた感覚的、詩的な美しさが加わっている。例えば、補色の使い方、地面の青緑と木々の赤紫、水辺の青と葉の黄緑。彼は色彩の対比によって画面に緊張感を持たせつつ、そこに明るさと動きを生んでいる。これは理論に基づきつつも、実際の視覚的効果や情感に訴える構成力があってこそ可能な表現である。また、彼はあえて画面の一部に下地白いキャンバス地を露出させることもある。これは、絵の具の密度を調整し、視覚的な空気感や光の透過性を高める手法であり、非常に洗練された構成感覚の表れでもある。装飾性と精神性、自然の中の調和。クロスの風景画には、常に装飾と精神性という二重の要素が共存している。彼の自然描写は、単なる写実ではなく、どこか夢のような理想化された世界である。この岸辺の松においても、松林は規則的に配置され、海は静謐で穏やか、空は柔らかく広がっている。
そこには現実の風景を超えて、自然の中にある秩序、調和、美しさへの憧れが込められている。彼にとって風景とは、内面の平安や理想の世界を投影する心象風景でもあったのだ。そしてその心象風景は、フォービスムや象徴主義、さらには装飾芸術アール・ヌーボーといった同時代の芸術運動とも共鳴している。終わりに、色彩と歌の画家として岸辺の松は、アンリ・エドモン・クロスの芸術的成熟を示す代表作であり、色彩と構成、感性と理論が見事に融合した風景画である。その画面に広がる色の響き、筆致のリズム、自然の静けさと高揚感は、私たちの視覚を通じて心の奥に語りかけてくる。クロスは、スーラの点描に始まり、やがてそれを超えて、自らの色彩の詩学を完成させた。その芸術は、現代の私たちにとってもなお鮮烈で、新たな風景の見方を示してくれる。自然の中にある秩序と自由、調和と緊張、そのすべてを一枚の画面に凝縮した岸辺の松は、まさに色彩で織られた風景であり、クロスの美学の到達点とも言えるだろう。サンクレールの光と色彩の園。アンリ・エドモン・クロスの作品、サンクレールの画家の庭。フランスの南部、地中海を望むコートダジュールの一宮に、サンクレールという静かな村がある。この村は、画家アンリ・エドモン・クロスの創作の晩年を彩った場所であり、また彼の芸術的理想が結晶した土地でもあった。1908年に描かれた、サンクレールの画家の庭は、彼がこの地で培った感性と技法、そして新たな色彩のビジョンが一つの頂点に達したことを示す作品である。この水彩画は、油彩画と並ぶクロスのもう一つの重要な表現形式であり、より軽やかで即興的な筆致が可能となることで、彼の色彩探求が一層繊細な形で展開されている。本校では、この作品の背景、画面構成、技法的特徴、象徴性、そして美術史的な意義を多角的に掘り下げていく。地中海の楽園サンクレールという場所、アンリ・エドモン・クロスがサンクレールに移住したのは1891年。彼は病弱で温暖な気候を求めて南仏に転居したが、そこは彼の芸術観に革命をもたらす場ともなった。燦然と降り注ぐ太陽の光、澄み渡る青い海、生命感あふれる植物たち、それらは彼に従来の写実を超えた、より純粋な色と光の構成を志向させたのである。この地に自らのアトリエと庭を構えたクロスは、庭の植物を丹精込めて育てながら、まさに生活と創作が融合する理想的な空間を築いた。サンクレールの画家の庭は、その詩的空間を描いた作品であり、そこには画家自身の愛情と美的感覚が濃密に継がれている。絵画の構成庭の中の祝祭作品を前にしたとき、まず目に飛び込んでくるのは、陽光を受けて輝く植物たちの華やかさである。画面の中央には数本の樹木が立ち、奥には低い石垣や地中海を望む水平線があるように見える。画面の左には紫がかった灌木、右には赤やオレンジの花々が咲き誇り、画面全体に生命感が満ちている。明確な人物描写はないが、どこか人の気配を感じさせるような穏やかで親密な雰囲気が漂っている。まるで画家自身の視点から自宅の庭を静かに見つめるような構図であり、その眼差しの柔らかさが見る者にも伝わってくる。技法と色彩水彩の中の点描とフォルムの調和。この作品に用いられているのは、グラファイトの下書きの上に水彩を重ねる技法である。グラファイトによる線描は、形の輪郭を示すとともに、植物のリズムや空間構成を支える骨格となっている。その上から重ねられた水彩は、やや不透明なタッチを含みながら、軽やかに色面を重ねている。クロスは、新印象派ネオインプレッショニズムの一員として、点描技法ディビジョニスムを発展させた画家として知られる。油彩作品では色点の連なりによって光と空間を再構築するアプローチが顕著だが、本作では水彩ならではの透過性と速乾性を生かし、色点というよりも、色ムラ、色のかけらとしての表現が採用されている。結果として、画面は粒立ったテクスチャーとともに、色彩のパッチワークのような豊かさを獲得している。特に注目すべきは、補色関係を意識した色彩設計である。青とオレンジ、赤と緑、
黄色と紫それらが小さな単位で配置されることで、視覚的な振動と明度の高まりが生まれ、まさに色が光となる瞬間が画面に生じている。象徴性と理想郷のビジョン。この庭は単なる写生対象ではない。クロスにとっての庭は自然の再編成された形であり、精神と身の調和の場であった。植物の種類や配置にはおそらく彼の神秘的、象徴的意図が込められており、それは19世紀末に高まったアルカディア的理想郷への承継とも呼応している。特にクロスは政治的にはアナキズム思想に共感していたことでも知られており、自然との共生、人工的制度からの解放、自律的な性の営みを重視していた。そのような思想的背景も本作品における楽園のような私にはという主題を単なる風景画以上の象徴的意味へと高めている。美術史的意義フォービスムへの橋渡し、サンクレールの画家の庭は、新印象派の伝統を受け継ぎつつも、同時代のフォービスム野獣派への道を開いた作品でもある。実際、マティスやドランといったフォーブの画家たちは、クロスを先達として仰いでおり、彼の色彩理論や構成力から多くを学んだ。本作においても、色彩の大胆な使用、輪郭線によるフォルムの明確化、自然の再構築といった要素は、まさにフォーブ的であり、20世紀初頭の絵画における構成の芸術への移行を示している。さらに、水彩という軽やかな媒体を用いてこのような理論的色彩の実験を行った点も見逃せない。油彩に比べて即興性と直感性が求められる水彩画においても、クロスは緻密で計算された色彩設計を行い、その中で感覚の自由を確保している。そこには、クラシカルな均衡とモダンな感覚の交差点がある。見る者への開かれた庭。最後に、この作品が今日の我々にもたらすものについて考えてみたい。クロスの描いた画家の庭は、100年以上の時を経てもなお、新鮮な生命力と静かな喜びに満ちている。それは、単に過去の一風景というだけでなく、誰もが心の内に持ち得る理想の庭への導きでもある。テクノロジーや都市化が進む現代において、このような性質で豊かな空間を再発見することは、私たち自身の感覚や価値観を見直す機会を提供してくれる。クロスの庭は、単なる地中海の一角ではなく、人間と自然、感覚と理性、即興と構築の調和という普遍的テーマの表現でもあるのだ。サンクレールの画家の庭は、アンリ・エドモン・クロスの芸術的成熟が結実した作品であると同時に、19世紀末から20世紀初頭にかけてのフランス絵画の変革を象徴する名品である。そこには色彩に対する鋭敏な感性、自然への敬意、そして芸術によって世界を変革しようとする意志が込められている。この小さな水彩画を通して、クロスは我々に問いかけている、あなたにとっての理想の庭とは何かと。見る者は、その問いに耳を傾けながら、色彩の中に身を浸す。そして気づくのだ。庭、遠くにあるのではなく、私たち自身の目と心の中に育まれるのだということを。水と光の無双。アンリ・エドモン・クロスの作品、ベネツィア・ジュデッカ島。色彩が奏でる静寂と至上の空間。ベネツィアその名は、芸術と水と歴史が織りなす無限的な都市の象徴として、あまたの芸術家たちの筆を誘ってきた。アンリ・エドモン・クロスもまた、人生のある時期にこの都市に魅せられた画家の一人である。彼が1903年に描いた、ベネツィア・ジュデッカ島は、水と空が静かに交わるこの都市の詩的側面を、淡く澄んだ色彩と簡潔なフォルムの中に封じ込めた、極めて静筆な作品である。本校では、まずこの作品の舞台であるジュデッカ島の歴史的背景とクロスの画業との関係を踏まえながら、技法や構図、色彩の扱い、そしてそこに込められた精神性を読み解いていく。新印象派の技法的伝統と20世紀的な色彩感覚との橋渡しを果たしたクロスのこの作品は、単なる風景描写にとどまらず、見る者の内面へと静かに語りかけてくるのである。アンリ・エドモン・クロスといえば、一般にはフランス南部のサンクレールに移住した後の明るく色彩豊かな地中海風景を描いた画家として知られる。彼の芸術的円熟期はまさに南仏の陽光の中で花開いたが、その一方で彼は時折イタリアを訪れ、
とりわけベネツィアには強い関心を抱いていた。ベネツィアは19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地の芸術家にとって憧れの対象であり、都市全体が幻想的な光と建築に包まれた視覚の歌として位置づけられていた。画家にとってそこは単なる観光地ではなく、色と光の変装を試みる舞台であった。クロスがこの作品を描いた1903年は、彼の創作の上でも重要な転換点にあたる。南仏の自然と共に過ごす日々の中で、彼の筆致はより洗練され、構成は簡素化されていた。その成熟した様式をもって、彼はこの水の都の一角ジュデッカ島を捉えたのである。ジュデッカ島は、ベネツィア本島の南側に位置する細長い島で、運河を隔てて本島と向かい合っている。この島は、かつては裕福な貴族の別荘地でありながら、19世紀後半には工業地帯としての性格も強まり、ベネツィアの中でも独特の静けさと素朴さを持っていた場所である。ジュデッカからは、サンマルコ広場や鐘楼といったベネツィア本島の名所が美しく望まれ、その景観は絵画的魅力にあふれていた。クロスは、そうした眺望ではなく、あえてジュデッカ島そのものの一遇を描くことで、喧騒とは対照的な内なる静けさに注目している。画面には広大な空と水面、そして点在する建物や木々が簡潔な線と色面で表されている。その佇まいは観光的な華やかさとは無縁であり、むしろ風景の呼吸を感じさせるような静寂が支配している。ベネチア・ジュデッカ島の構図は極めて平穏かつ均衡的である。水平方向に広がる島の姿、そしてその上にどこまでも広がる空。水平線が画面中央やや下に置かれていることで、見る者の視線は自然と遠くの空へと導かれる。この空間処理は、現実の地理的描写よりも、精神的広がりの象徴としての役割を果たしている。また、建物や木々は過剰な装飾を避け、まるで幾何学的図形のように描かれている。これは、新印象背後に見られる、形の抽象化の傾向の表れであり、後のフォービスムやキュビスムの先触れとも言えるアプローチだ。空間全体に流れる静けさと幾何的秩序は、クロスの内的世界が画面に結晶していることを示している。この作品の最大の魅力の一つは、色彩の繊細な層と、その間にたゆたう光の表現である。水彩という媒体は、油彩に比べて筆致の痕跡が強く残るとともに、紙の白を生かした透明感のある描写が可能である。クロスはこの性質を最大限に生かし、光と空気を感じさせる淡く滲んだ色面を画面全体に配している。空は淡い青や灰色、時に黄みがかった白で構成され、まるで早朝の霧が晴れかける瞬間のような空気感を漂わせている。水面には空の色が反映し、かすかな波紋が点描的に表現される。色彩は強く主張することなく、見る者の視線を静かに溶け込ませてゆく。また、使用されたグラファイトと木炭による下書きが、水彩の上にほのかに残っており、画面に構造とリズムを与えている。その効果は、色彩の中に潜む、形の骨格として、抽象性を高めつつも写実的信憑性を持っている。クロスのこの作品を語る際、特筆すべきはその精神的深さである。この風景は、単なるジュデッカ島の記録ではない。それはクロスが自己の内面において見出した理想の静けさ、あるいは心の風景として読み解くことができる。19世紀末の象徴主義の影響もあり、芸術家たちはしばしば自然の中に精神的ビジョンを見出そうとした。クロスにとって、ジュデッカの眺めは、外界の風景であると同時に、色彩と試作によって浄化された内的世界の具象でもあったのだ。色彩は語り、光は沈黙し、風景は歌となる。クロスの絵画は、そのような詩的転化の可能性を静かに示している。アンリ・エドモン・クロスは、スーラやシニャックと並ぶ新印象派の重要な担い手であったが、彼の作品は単なる点描主義にとどまらない。とりわけ晩年の作品では、色彩がより大胆かつ構成的に使われるようになり、フォービスムへの橋渡し的存在としての評価も高まっている。ベネチア・ジュデッカ島においても、すでに色そのものが意味を持つ時代の到来を予感させるような構成主義的な色と形の使い方が見られる。
ここには、マティスやドラン、ブラマンクらの登場を準備するような、色彩による空間再現の可能性が静かに提示されている。ベネチア・ジュデッカ島は、風景画でありながら、見る者の心を深く沈めるような作品である。それは単にベネチアの一角を描いたものではなく、クロスという画家の精神の共造であり、自然と人間、光と時間の関係をめぐる一つの思想的表現である。水彩という繊細な媒体に込められた淡い色彩は、言葉にされぬまま心に語りかけ、やがて見る者の内なる風景と重なっていく。クロスが見たベネチアは、決して喧騒や観光の中心ではなかった。むしろその対岸で、じっと水の流れを見つめながら、静かに色と光を紡いでいたのである。この作品を通じて我々は、視覚を超えた、見るという行為の本質に触れることになる。風景とは、見る者の心の中で完成されるものその真理を、クロスは100年以上前の水彩紙の上に、静かに記していた。アンリ・エドモン・クロスの作品海景ベネチア近郊の船、光の海にたゆたう市場、ネオインプレッショニズムの詩人、19世紀末から20世紀初頭のヨーロッパ美術において、見ること。そのものへの探求は、印象派からポスト印象派、さらには抽象表現へと連なる一大潮流を生み出した。アンリ・エドモン・クロスは、その中でもネオインプレッショニズム新印象主義の旗手として知られ、とりわけ点描による明るく清澄な風景画で高く評価されている。本校で紹介する海景ベネチア近郊の船は、1903年に描かれた商品ながら、クロス芸術の精髄が詰まった水彩画である。場所はイタリアのベネチア。水と光の都として知られるこの地は、芸術家たちを魅了してやまない永遠の被写体であるが、クロスはそこに独自の光の市場を生み出している。作品概要静けさと移ろいの一瞬海景ベネチア近郊の船は、水彩にグラファイト鉛筆を用いて描かれた紙作品で、現在はメトロポリタン美術館に所蔵されている。構図はシンプルで、ベネチアの型に浮かぶ数層の船と、その背後に広がる水と空が主題である。円形にはジュデッカ島やラグーンの建築がうっすらと浮かび、手前には帆を張った小舟が静かに浮かぶ。人物の姿は描かれず、静筆な空間が広がる。この画面において最も印象的なのは、光と色彩のハーモニーである。水彩ならではの透明感と滲みが、柔らかな空の色合いや水面の反射に現れており、あたかも風が吹く前の一瞬の静けさが感じられる。筆致は非常に繊細でありながら、色面の構成には大胆さがある。これは、クロスのスタイルが油彩画とは異なる形で、水彩においても生きている少佐だろう。背景、1903年のベネチアとクロスの旅アンリ・エドモン・クロスは、フランスの画家ではあるが、晩年はイタリア南部のサントクレールに居を構えていた。温暖な気候と明るい日差しに恵まれた南仏やイタリアの地中海沿岸は、彼にとって霊感の源泉であり、その絵画の根幹を成している。1903年の夏、クロスはベネチアを訪れている。この年の作品群には、ベネチア・ジュデッカ島、マリンシーンなどがあり、いずれも水彩やグラファイトを用いた即興的な描写が特徴だ。いわばスケッチに近いこの作品群は、彼の旅先での視覚体験を迅速に紙に定着させたものだが、それは単なる記録ではない。風景の中に潜む光の設計図を見抜く眼差しと、瞬時にそれを絵画として組み立てる構成力が、この商品にもはっきりと刻まれている。技法と公正透明な構造本作の技術的特性について見ると、まず水彩の使用法が特筆に値する。クロスは水彩を用いて、光の拡散や水面の揺らぎといった視覚的な現象を捉えている。滲みやかすれといった水彩ならではの偶然性を生かしつつ、それを色彩のリズムとして統制している点に、クロスの宣伝がある。また、下書きとして鉛筆グラファイトを用いており、構図は事前に厳密に計画されていたことが伺える。その上から淡い色調の水彩を重ね、全体を通して、線の骨格と色の市場が共存している。さらに、紙が厚手の紙自体に貼られている点も注目される。これは展示や保存のための処置であるとともに、作品をスケッチ以上のもの
つまり完成された絵画として提示するための演出でもある。このような手法はクロスの水彩画に対する本気度と軽視されがちな商品に込めた彼の美学を示している。色彩と感情視覚を超える詩的空間クロスの作品において、色彩は単なる自然の再現ではない。それは感情や思考、さらには理想世界の投影でもある。彼はしばしば色で幸福を描くことを望んだと言われるが、海景ベネツィア近郊の船においてもそれは明白である。この作品の色彩は青や紫、淡い灰色を基調とし、そこに穂の白や建物の赤茶色がアクセントとして配されている。これらの色は写実的というより象徴的であり、清らかさ、静けさ、遠い記憶といった感情を誘発する。すなわち、クロスの絵画において自然は感覚の現実であると同時に精神の風景でもある。ネオインプレッショニズムから象徴主義へクロスは、ジョルジュ・スーラやポール・シニャックと並び、ネオインプレッショニズムの代表的な画家である。彼らは科学的な色彩理論に基づく点描技法を発展させ、視覚の明晰さと構造の秩序を追求した。しかし、クロスの場合、1890年代後半以降の作品には、次第に象徴主義的な傾向が見られるようになる。理想化された風景、静的な構図、抽象化された形態、そして色彩の詩的な使用は、彼を単なる科学的画家ではなく、むしろ視覚の詩人として位置づけるものである、海景のような水彩画においても、そこには自然の風景を通じて内的な世界を描こうとする意図が滲んでいる。小さな絵に宿る無限。海景ベネツィア近郊の船は、サイズとしては小さく、展示されれば目立たないかもしれない。しかし、この小さな紙片には、アンリ・エドモン・クロスの芸術理念と詩情が凝縮されている。軽やかでありながら深淵、透明でありながら芳醇。海と光の中にたゆたう船たちは、まるでクロス自身の魂の投影のように、静かに佇んでいる。この作品を前にしたとき、私たちは単なるベネツィアの風景を見るのではない。色と光の調べに誘われて、詩的で理想化されたもう一つの世界へと誘われるのである。光の練習曲としての風景。アンリ・エドモン・クロスの作品、ルラヌラグのための終作。パリの西、閑静な16区に位置するルラヌラグ公園は、19世紀末の都市生活者にとって、喧騒からの一時の逃避を可能にする貴重な緑地であった。日曜日の午後、散策するブルジョワたち、木陰で語らう恋人たち、遊ぶ子供たち。こうした市民の憩いの風景は、同時代の画家たちにとって格好の題材となった。アンリ・エドモン・クロスによるルラヌラグのための終作。1899年制作は、そのような情景の精緻な予感を漂わせつつも、最終作へと向かう創造的な過程そのものを示す魅力的な作品である。本作は、ウォーターカラー透明水彩と黒チョークによる史上の終作という媒体をとっており、完成された油彩画とは異なる繊細で即興的な趣を宿している。ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されるこの商品は、地中海の陽光とは一味異なる、都市公園の穏やかな光と影を描くクロスの関心の変遷を物語っている。終作とは何か完成に先立つ歌まず注目すべきは、終作という語に込められた意味である。スタディとは単なる模写や練習にとどまらず、構想中の作品を形にするための創造的な模索であり、絵画的詩情が最も自由に表現される場でもある。本作においてクロスは、完成作、ルラヌラグに向けた視覚的探求を試みており、構図、色彩の配置、人物の配置バランスなどを軽やかに探っているように見える。紙の地のクリーム色を活かしながら、水彩の淡い層とチョークの柔らかな線が交錯し、自然光の戯れを捉えるかのような軽やかさが漂っている。画面の中では、樹木が垂直に立ち、そこから漏れる日の光が地面に繁盛の陰影を作り出している。人物たちはあくまで簡潔に、記号のように描かれているが、その存在感は確かである。おそらく画家はここで、光の中で人間がどう立ち現れるか、という問題に直面していたのだろう。ルラヌラグ公園都市の中の風景ルラヌラグ公園は、
かつて貴族の領地だった場所を整備して開かれた公共の緑地であり、19世紀末の市民たちにとって日常的な社交と憩いの場であった。ジョルジュ・スーラやカミーユ・ピサロといった画家たちも、都市空間における自然と人間の調和をこのような公園に見出していた。クロスがここを題材に選んだのもまた、単なる風景画ではなく、都市生活の詩的記録を意図していたことを示唆している。しかしながら、クロスの描くラヌラグは、写実的な記録性よりもむしろ、印象と情緒の結晶である。彼は地中海沿岸のバール地方に定住し、狂めい光と鮮烈な色彩の風景に傾倒していくが、本作においてはそれとは対照的な、抑制された色調と構成が印象的である。それはまるで、都市の静かな一角に差し込む柔らかな秋の光を称える短い歌のようである。ネオインプレッショニズムの文脈クロスはポール・シニャックと並び、スーラ亡き後のネオインプレッショニズム新印象派の旗手として知られている。その画風の特徴は、色彩を天井や短い筆色に分割して配置し、見る者の網膜の上で色を混合させる、視覚混合を施行する技法にある。色彩理論と科学的認識に裏打ちされたこの様式は、単なる美的表現を超え、自然光の再構成を目指した意欲的な試みであった。ルラヌラグのための修作においても、その方がは確かに感じられる。水彩というメディウムにもかかわらず、クロスは色を塗りつぶすのではなく、空白や紙の血の色を積極的に生かすことで、明るさそのものを描こうとしている。光が形を溶かし、形が光の中に戻っていくような、この柔らかな印象は、彼の後年の作品に至る予兆を感じさせるものである。風景と人間の共生の歌本作の最大の魅力の一つは、風景の中に人間が埋め込まれている自然な一体感にある。描かれている人物は決して主役ではない。彼らは木々の間を歩き、座り、語らい、画面の中で風景の一部として溶け込んでいる。クロスはこの修作において、人間の存在を装飾的に取り込むのではなく、自然の中にある都市生活の仕草として描こうとしていたのではないか。このような視点は、当時の象徴主義やアール・ヌーボーに通じる装飾的自然観とも共鳴しており、単なる写実ではなく、自然と人間との神話という理想的調和の視覚化とも言えるだろう。修作の魅力未完の完成クロスのこの修作は、完成作に至る途中の未完の状態にあるがゆえに、かえって強い魅力を放っている。線は簡潔で、色彩は最小限、画面の余白も多い。だがそこにこそ、完成作にはない自由さ、詩的な余韻、そして作家の眼差しの動きそのものが宿っている。クロスは、自然を対象として再構成する際に、あえて全てを描き切らず、見る者の想像力に委ねる余白を残した。このことは、19世紀末の視覚芸術が、描くことだけでなく、見ることをも新たに定義しようとする時代精神に呼応している。ルラヌラグの光の記憶、ルラヌラグのための修作は、クロスが都市の自然を見つめる眼差しと、そこに息づく人々の静かな生活への愛情を伝える作品である。そしてこの修作は、彼の代表作における色彩の祝祭へと至る前の瞑想的な導入曲のような趣を持っている。色彩と構図、人物と風景、即興と計画そのすべてが一枚の紙に封じ込められたこの小さな水彩画には、芸術家が光と対話し、世界を再構成しようとする瞬間の詩的な緊張感が脈打っている。完成作とは異なる、だがそれ以上に豊かな制作の奇跡としての修作。その価値を再認識させてくれる作品である。